こんにちは、大輔です。本日は海外旅行再開の時期を徹底的に予測をしていこうというね、そういう回になるわけなんですけど、旅行というとね、何かお遊びみたいに感じますけど、例えば家族に会えないだとか、外国にあるね、自宅に帰ることができないよとかね、あと海外にある仕事がもうストップしてしまった、あとは、ワーホリだとかね、留学を予定していた方であったとしても、その予定が大きく崩れてしまったという方は、とっても多いんじゃないかと思うわけなんですね。ということで、本日は世界の動きをですね、見ながら、そして日本政府のリアクションを読み解きながらですね、海外旅行に行けるのが一体いつになるのかということをですね、真面目に予測をしていこうじゃないかというね、そういう動画でございます。本チャンネルでは、世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。最新予測をしていく前に、まずは昨年11月に立てた予想をですね、これを皆さんと一緒に答え合わせをしていくところから始めたいんですけど、その時からね、もうすでに3ヶ月が経っているというわけですので、これはね、僕が予想したね、情報が合っていたのかどうか、この3ヶ月の動きを見ていきたいと思います。まずですね、この順序性として、フェーズをね、3つに分けて過去に予測をしていたわけなんですよね。フェーズ1、2、3ということで、まずフェーズ1がですね、外国人向けの観光ビザの発給がスタートするんではないか。あとは日本人向けにね、日本人が日本に帰国をした時に隔離免除が、されるんではないかということをね、これをフェーズ1というふうに置きました。そしてフェーズ2にはビザ免除プログラムの復活ですよね。だからパスポートだけで、世界中に回ることができる。もしくは外国人の方が日本にね、パスポートだけで入れるようになるということが、日本とね、各国交互に行われるんじゃないかということをフェーズ2としてみました。そして最後フェーズ3、最終的には世界各国でですね、陰性証明であったりだとか、入国時の隔離、これがね、お互いに撤廃されていくという、こういう時期があったんじゃないかということで、楽観的、中間的、悲観的という具合に予測を立てたんですね。結果としては、皆さんどうでしょうか。2月現在、観光ビザの復活は愚かですね、隔離免除のめども、立っていないということですから、1月だとかね、2月からこのフェーズ1の緩和が始まるとされていた、この楽観的予測、こちらはね、もうなくなってしまったと、見ていいんじゃないでしょうか。そして中間的予測についても、4月のね、一応未来のことなので、4月どうなるかわからないんですけど、観光ビザがすぐにね、4月に開くとは、ちょっと今の状況考えづらいんじゃないかなと、思うわけでして、可能性が低いのかもしれませんね。そして、悲観的予測としては、10月にフェーズ1としてましたんでね、これらが、今の路線からすると、近いのかもしれません。ただしですね、この11月に予測を立てた時点では、織り込めていなかったことっていうのがいくつかありますのでね、これもまた事実なわけなんですよ。例えばね、コロナの変異株のお話も出てきたのがね、騒がれ始めたのは12月だったということで、これはね、織り込めていなかったわけなんですね。あとは世界各国がワクチンパスポートの運用をいつぐらいから始めるのかね、これも情報があまり出ていなかったのが昨年の11月の時点だったわけなんです。そしてですね、東京五輪のお話もありますよね。このオリンピックがね、中止されてしまうのかであったり、無観客試合に、なる可能性が高いんじゃないか、こういった路線のですね、情報が、出ているというのが、ここ最近の動きだと思うわけなんですね。ということで、前回予測の時はね、何をもとに、このね、11月に予測を立てていたのか、全くの当てずっぽうだったのかというと、決してそういうことでもなくて、IATAが出しているですね、航空需要回復の予測値をもとに、このね、3段階のフェーズに分けて、こういう感じで観光客が戻っていけば、IATAが出しているその経済面から見たですね、航空産業の復活具合に、フィットしていくんじゃないかということで、このね、3つのフェーズ、楽観的、中間的、悲観的ということで立ててみたわけなんですけども、このね、肝心なIATAが出している航空需要回復、この予測なんですけど、彼らもですね、コロナ変異株だとかの予想だにしないこの影響を受けてですね、さらなる下方修正がされていたというね、こういった事実もありますので、皆さんにね、共有していきたいと思います。
まずは昨年の10月末時点での予測でどんな数字が報道されていたのかを見るんですけど、まず2020年の予測値として 34% ですね。だから前年比だから2019年の通常運行の時と比べ、これを100だとね、すると、2020年は 34% になってしまうんじゃないかということで、彼らはね、予測を出していたわけです。そして2021年は 54% に回復するんじゃないかということで数字が出てたわけなんですけど、これが 100% まで回復するのが、いつの時期になるのかみたいなところは過去の情報では置いていないんですけど、いずれにしても、2024年とか2025年とか数年間かけながら、このね、航空需要っていうのは回復していくんではないかというふうに、彼らも見ているわけなんですよね。そして最新のこのイアタの予測が、まさにですね、直近2月8日に更新されていたわけなんですよ。結構ね、これショッキングな数字だったので、皆さんと一緒にね、これ見ていきたいんですけど、2020年の、まずね、これ予測値だったんですけど、これも実績になりましたね。2019年度との前年比比較で 34% の需要だったということでですね、そしてさらに2021年の予測値もこれ出てましたね。これ 38% に下方修正されていたということで、大幅な下方修正ですよね。このことについては、イアタの CEO もコメントを出していて、こんなことをね、言っていました。今年ワクチン接種によって世界の航空旅行は徐々に回復していくという楽観的なシナリオは変異株が発生する中で打ち砕かれたということで、アレクサンドルさんというね、この CEO の方がこんなコメントを出されていたんですね。まさに彼らが織り込めていなかったものでネガティブな方向に、このね、影響せざるを得ないということが、このコロナ変異株だったということなわけなんですけど、でもですね、世の中はじゃあ、悪いことしか起こっていないのかというとね、そうでもないと思うんですよ。というのも、猛スピードで行われたワクチン開発のお話ね、ありますよね。そしてついにワクチン接種が開始され始めている国が結構出ているというこの事実です。そして何よりですね、世界各国がワクチンパスポートの運用を開始し始めたというこの事実なんですね。ワクチン接種証明、というのがですね、ワクチンを接種した人は隔離条件を必須としませんよと、こういう流れがあるわけですから期待していきたいなと思うわけなんです。あとはですね、コロナ変異株がもたらしたこの変化としては、各国が入国後の隔離においてですね、強制力を持ち始めたということなんですよね。例えばね、僕が入国した後にこの隔離ホテルから不正にこう逃げ出したとかね、例えば買い物に行ってしまったとか、そういう些細なことであってもですね、罰則規定があるわけなんです。でもね、日本っていうのは他の国よりは緩いとは言われちゃいますけどね、一応は検疫所長が指定する施設での待機っていうね、こういうルールが最近はでき始めたので、あとは位置情報を保存してですね、必要に応じて提示をしないと、これも罰則の適用になる可能性があるということで、結構ね、幅を持たせつつ、ということでありますけど、強制隔離に、より一歩ね、近い方向に、舵を切っているっていうのが、最近の日本政府の動きなわけなんです。少しずつ海外のような厳しめの措置に近づいていくんだとは思いますけど、スピードはね、まだまだ日本政府はゆっくりということですけど、このコロナ変異株がもたらした変化の、一つなんじゃないかということでお話をさせてもらいました。あとはですね、これは良くも悪くもですけど、東京五輪が中止もしくは無観客試合になる、こういう路線が濃厚になってきているということなんですよね。これ昨年の時点ではまだまだ不透明でしたけど、今もね、不透明っちゃ不透明だけど、こういう可能性が出てきたということで、当初日本政府が掲げていた隔離なしで外国人観光客をね、受け入れていくっていうことも言ってましたけど、これはもうほぼほぼコロナ変異株の登場と、世界中にね、ワクチンが出回る時期が、オリンピックに間に合わないということが日本はね、もうほぼ分かってきたので、難しいんじゃないかと思うわけなんですね。こういった点を織り込みながら、今回皆さんと一緒に新たに予測を立てていきたいというのが、これからね、この動画の後半のお話なわけなんですけど、早速やっていきましょうか。それではですね、最新予測、2021年海外旅行がいつ再開されるのかという予測を今ね、考えうる情報を、こねくり回しながらですね、いくつかの予想を立てていきたいと思います。まずは順序性からね、確認をしていきましょう。何事もね、手順にのっとって、だんだんね、緩和がされていくのは、もうこれ間違いないことですから、一応ね、この予想を立てるにあたっての前提条件になる、こういうステップを踏んで、だんだんね、緩和されていくよね、ということを、まずはね、整理をしたいと思います。今回についても、3つのフェーズで分けていきたいと思います。まずはフェーズ1ですね。ビジネス往来を再開していくということで、今現在ね、変異
株の影響もあって、これまで緩和をしてきたビジネス往来がもう一旦ストップしてますので、まずはここを回復していくというフェーズがおそらく今後ね、一番先に入ってくると予想されます。で、そしてさらにビジネス往来を再開するにあたってもですね、まずは低リスク国に限定をして開けて、それを全世界に広げる。もしくはね、全世界一気に、行われるのかもしれないですね。というのも、あくまでも隔離前提での受け入れということをね、これまで日本政府やってきているので、とりあえず、隔離前提で、どうかな、全世界対象になるのか、低リスク国を中心にまずは開けるのかはわからないですけど、その時にはですね、おそらく、この過去やっていた低リスク国を中心とした短期出張者を対象にした隔離免除ってやってましたけど、この隔離免除、短期出張者を対象としたこの隔離免除は復活させないんじゃないかなというふうに僕は想定をしています。ということで、とりあえずね、このフェーズ1というのはビジネス往来が再開されるであろうということをまずね、ファーストステップとして考えてみましょう。そしてフェーズ2ですね。次はですね、観光客を含む短期滞在ビザの発行を許可していくということを、とりあえずね、フェーズ2としています。ただしこれね、隔離前提にまずね、ならざるを得ないんじゃないかなと思うわけなんですね。というのもね、これ例えばタイなんかがこのモデルを採用していますけども、観光ビザであったり、タイの場合はビザなし渡航も今回許可しているわけですけど、これ隔離が必須なわけなんですよね。なので、これがですね、成立できれば、外国人観光客が、一応ね、隔離前提で入れるようになりますし、それによって、ホテル業界もですね、今 GoTo トラベル止まってますので、大変なね、ホテル業界を救うというところにもつながるので、隔離前提の、厳しめのね、ルールが敷けるかどうかっていうところがポイントになりますけど、観光客に対する、緩和がね、次のステップとして、ビジネス往来の次のステップとしてあるんじゃないかというふうに、見ています。そして最後、3番目ですね。3番目は、この隔離をやっぱ撤廃していかないと人が増えないということなんですよ。まさにアジア圏の中ですと、タイ政府がね、このビザなし渡航の許可をしてるわけですけど、思ったほどインバウンド需要が、このね、回復をしていかないという懸念もあるわけでして、おそらく日本も同じような措置を取るとすると、思ったほどインバウンド需要が、戻らないということになりますので、これなんとかして隔離を撤廃していかねばならないというふうに、風がね、吹くと思います。で、この時にもう最低限必須なのが、ワクチン接種証明による隔離免除なわけなんですよね。何もですね、この無条件に隔離免除をするというのは、もうおそらくこのフェーズになってね、もう昨年いろいろ、各国学んできて、日本もね、これ学んできたわけなので、無条件で開けていこうということにはね、ならないんじゃないかと思いますよ。さすがにオリンピックをね、こうやるという名目で、このね、無条件で、隔離免除をしていくっていうことを、やろうとすると、もう世論の反対がもう凄まじいことになるっていうのはもう目に見えてますから、ここは、おそらくそのワクチン接種証明の、を確認するような、この、プロセスを、これをシステム化していくっていう方向に、倒れるんじゃないかなというふうに、僕は一応ね、想定をしています。ということで、このフェーズ1、2、3ですね。フェーズ1でビジネス往来再開、フェーズ2で観光を含む短期滞在ビザの緩和、そして最終的にはワクチン接種証明で隔離免除がなされていくというですね、このロードマップがどれぐらいのスピード感で進んでいくのかというのを、今回もですね、3つのパターンで分けていきたいと思います。楽観的予測、中間的予測、悲観的予測ということで、まずは楽観的予測から見ていきましょうか。こちらなんですね。まずは今ですね、入国再禁止となっているので、これがいつ解けるのかというお話なんですけど、緊急事態宣言が解かなければ人の往来再開もないよというふうに、確かね、これ菅首相が言ってたのかな。日本政府の方針としては、いきなり国を開けるってことは、おそらくこの後に及んではね、もうないと思うので、緊急事態宣言が開けるかどうか、本当にここにかかってるんじゃないかと思うわけなんです。で、これっていうのは、これね、本当に解くことができるのかどうかっていうのは、日本国民の行動そのものであったりだとか、政府の判断によりますので、これ明確にね、いつ解かれるのかっていうと、これわからないです。わからないので、まずはね、楽観的予測ということで、3月までね、3月の7日までは今、緊急宣言がね、東京中心に行われるというのは、ほぼほぼ決まってるので、とりあえずそこで解かれる可能性が一つあるということでですね、それと同時期に3月にはビジネス往来が再開していくということを、ここでね、予想してみるわけなんです。そして、これに続くのがですね、6月頃かなと想定してるんですけど、観光客を含む、短期滞在ビザですよね、こちらが、強化されていくんではないかということで、これ楽
楽観的予測なんでですね、うまくワクチン接種証明での、隔離免除みたいなところがね、早い段階で許可されていくんであれば、このタイミングかなということで、ちょっと緩めにね、これ予想してみました。というのも、一応オリンピックがどうですかね、一応開催なんとかされるとなった時に、関係者を中心にですね、ワクチン接種証明で隔離免除されるというのは、大きな国際的なアドバンテージにはなりますんでね、これが楽観的予測の一つのパターンとしてあり得るんではないかというふうにしているわけなんです。どうでしょう皆さんね、これあり得るの、全くね、この可能性ゼロじゃないかなということで置いてみました。ただ、あくまでも楽観的ということなんだと思います。ということで、次行きましょう。中間的予測ということで、これがね、それなりにあり得るんじゃないかなというパターンなわけなんですけど、まずですね、ちょっとここは厳しめに置いてるわけなんですけどね、緊急宣言明けのビジネス往来の再開、こちらはですね、5月になるんではないかということで、ちょっとここはね、保守的に置いてみました。なんで4月末までは、ビジネス往来も含めて、入国禁止が継続されてしまうという可能性を、ここでね、置いてるわけです。そして、じゃあ観光客を含む短期滞在ビザがいつ許可されていくのかっていうところは、これはね、7月というふうに置いてみました。もう夏の暖かくなってきてる時期なので、ウイルスの活動も一旦は引いてくるだろうというところと、ある程度はワクチンの接種もね、医療関係者であったりだとか、あとは高齢者の方を中心に進んできているということで、ある程度一般の方も接種し始めているということが考えられますんでね、こういった世の中の状況を受けて観光ビザ、観光目的での渡航も、一部はね許可していくということが、考えられるわけなんですね。といってもこれ隔離が前提になるというふうにしています。無条件で入れるということではおそらくないだろうということなんですね。そしてですね、ワクチン接種証明による隔離免除なんですけど、これがね一体いつになるのかっていうのがめちゃくちゃ注目されるわけなんですけど、どうですかね、これ10月頃というふうに置いてみましたが、皆さんどうでしょうか。こうなってくるとね、オリンピックに関しては無観客試合かもしくは中止っていうのがもうほぼほぼもう決定というのがね、この中間的予測なわけなんですけど、なんでかっていうと、隔離前提ではもうお客はおろか、選手だってもね、来づらいわけですから、こういう状況の中で各国が選手を派遣してくるのかどうか、この判断にね、至れるのかどうかっていうのもこれ何とも言えないんですけど、ある程度ね、中間的予測あたりがあり得る道なんじゃないかなというところなんですね。そして最後、悲観的予測、ここにね、陥ってほしくはないなと思うわけなんですけど、ある程度ね、これあり得るんじゃないかということで、書いてみました。まずはですね、ビジネス往来の再開は、これ同じく5月頃には、最低限行われるんじゃないかというふうなところは変わりません。中間的予測とね、変わりませんということですけど、あとはですね、10月にワクチン接種証明による隔離免除等が、何かしら行われるんじゃないかというのは、これはですね、もう全世界の動きと、並行をして、全世界の動きに倣っていくというですね、日本のスタンスを見れば、10月にこういったね、隔離免除、ワクチン接種前提にした隔離免除があっても、おかしくないんじゃないかということで、悲観的予測においても、ここに置いてみました。ただしですね、この観光客を含む短期滞在ビザであったりだとか、もしくはね、そのビザ免除プログラムの復活自体は、だいぶ遅れるということで、これをですね、来年の3月というふうに置いてみました。だからフェーズ2とフェーズ3がこれ入れ替わっちゃうっていう話ですよね。で、これなんでかっていうと、隔離前提での観光客の受け入れっていうのをしたときにですね、この入国管理のシステム、プロセスを徹底するというところと、あと隔離をしたところのその施設の準備だとかね、あとは違反者に対する罰則の適用、そして罰則を実際に与えていくというですね、こういった運用を日本政府としてやっていかないと、いけないわけですから、それなりにね、隔離前提で多くの方を受け入れるっていうのは、システムとしては大変なことなんですよね。こう想定されるわけなので、それなりにね、この悲観的予測っていうのが、あり得るんじゃないかなと思うわけなんですね。はい。あとはですね、このワクチンパスポートなるものがある程度はね、スタートするということを前提にしたこの予測になってるんですけど、ここもね、いろんな意味があるんですよ。例えばこのね、日本でワクチンを接種したときに、他国に行ったときに提示するためのね、この仕掛けが、用意されるのかどうか、もしくは他国でワクチン接種をしたですね、外国人が日本に入国するときに、その接種証明が、日本政府としてね、認めてあげるのかどうか、というお話です。
ですね、それによって隔離免除が受けられるのかどうかということですけど、これはすなわちですね、日本人が日本に帰国をするときも隔離免除を受けられるのかどうかみたいなところにつながるわけなんです。こういった細かいパターンがワクチンパスポート一つ取ってもですね、いくつかあるわけなんですけど、とりあえずは大体この手のアプリ開発にかかる期間って皆さんどれぐらいだと思われますかね。大体ですね、半年とか1年とか、本来それぐらいのね、期間が、国のシステムですから、それぐらいの期間がかかってリリースされていくわけなんですけど、今はですね、日本政府としても世界と比較をして遅れを取ってはいけないということで、政府のこのね、威厳をかけて、これにね、挑んでいくというふうに思います。おそらくですね。だからそれなりに前向きにやっていくんじゃないかなというふうに僕は見ています。はい。なので、一つの参考例としてね、これをね、参考例として出すと、突っ込みたい方っていうのもたくさんいらっしゃると思いますけど、それあえて挙げます。日本政府、厚生労働省が主導をして、リリースしたね、アプリ、皆さん一つありますよね。お分かりでしょうか。ココアの例ですね。接触確認アプリココアの例ということで、これがですね、どれぐらいの期間を経て市場にローンチされたのか、皆さんが使える状況になったのかというのを、一つね、参考例として見てみたいと思うわけなんです。ココアがリリースされるには、されるまでのね、過程としては、まず昨年、緊急事態宣言ありましたよね。これいつだったかというと、4月の7日から5月の25日まで昨年はね、緊急事態宣言だったわけです。で、その後にですね、この仕組みが出てきたんですよ。このね、接触確認を、このスマートフォン同士でね、スマートフォン同士の通信を用いて、この接触があったかどうかっていうのを知るというね、この仕掛け自体は、去年の緊急事態宣言の後に出てきたわけなんです。5月の20日ですね、Apple と Google 社から暴露通知 API が提供されるということで、まだね、この時点では Cocoa っていうアプリは存在していませんでした。このようにですね。そしてその後に6月の19日にですね、その Google と Apple が公開した API を使う形で、この Cocoa が実装されてバージョン1が公開されたというのが、このね、6月末だったわけなんです。そして7月に入ったら、ハーシスですよね。この感染経路管理とかでしたっけ？厚生労働省が扱っているシステム。これとね、つなぎ込みが行われたなんていうことが、言われています。そして、9月の15日になると、厚生労働省がですね、この透明性、この仕組みの透明性を担保するために、このソースコードを、このソフトウェアの、ココアのね、ソフトウェアのソースコードをインターネット上で公開したという流れになっているわけなんですね。なので、緊急事態宣言が発生してからですね、だいたい2ヶ月半程度でバージョン1をリリースしたというのがココアの実績だったわけなんですね。いろいろね、言うことはありますけど、とりあえず期間だけの話をするとこういうことです。なので、例えばね、このワクチンパスポートなるこの仕掛けに対して、やろうと思えば、今この2月のこの瞬間からですね、業者の選定をして、3月から速やかに設計に入っていただいてですね、5月で試作版のアプリを出して、そして6月とか、もしくは7月あたりに実導入を果たしていこうじゃないかということは、全くもって可能性がゼロだというふうには、僕はね、思ってはいないです。さて、こういうことでして皆さんね、どちらのシナリオが、今一番可能性が高いと思われますでしょうか？もしくはここに載っていないような第4、第5のね、シナリオっていうのがあり得るのかどうか、ぜひ皆さんのね、意見をコメント欄で教えてもらえると嬉しいなと思います。本日は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。